アメリカのニューヨークタイムズ紙は5月11日、新型コロナウイルスの影響により開催が疑問視されている東京オリンピックに関して、スポーツイベントはスーパースプレッダーになるべきではないとした上で、危険な茶番劇を止める時だと、大会の中止を訴えるコラムを掲載しました。コラムを寄稿したのは、サッカーの元アメリカオリンピック代表で、アメリカパシフィック大教授のジュールズ・ボイコフ氏で、その記事が話題になっているのでご紹介します。東京オリンピックが大変なことになっています。1年延期され、7月に開催予定だった東京オリンピックは、日本国民の約 60% が今夏の開催に反対し、日本国民の 20% 未満しか新型コロナウイルスの予防接種を受けていません。そのため、日本では政治的な火種となっているのです。ところが、オリンピック関係者は、流行が拡大している状況下でも大会を開催しなければならないと主張しています。1月に日本で新型コロナウイルスの感染者が急増した際にも、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長は、東京オリンピックが開催されないわけがないと述べ、さらに開催回避はないと付け加えました。多くの観客にとってオリンピックの最大の魅力は、世界中から様々な競技選手が集まるスポーツの祭典という点です。しかし、世界的な公衆衛生上の危機の際には、オリンピックが致命的な結果をもたらすかもしれません。今、まさに科学に耳を傾け、この危険な茶番劇を止める時なのです。東京オリンピックは中止する必要がありますが、オリンピックという機関車はどんどん進んでいます。ここではっきりさせておきたいのは、そのお金のほとんどはアスリートではなく、大会を管理、放送、スポンサーする人たちに流れているということです。IOC は約10億ドルの準備金を保有していると言われていますが、夏季大会がIOC の重要な資金源であることは間違いなく、新型コロナウイルスでさえも、オリンピックの権力者たちを黙らせることができませんでした。オリンピック主催者は、自分たちの利益を犠牲にしてまで、公衆衛生の健全化を望んでいません。オリンピックを中止することは、彼らの利益を無にすることを意味するからです。それに対し、科学者や医療関係者の多くは、はっきりと反対の意見を唱えています。ただでさえ医療体制が厳しい日本で、新型コロナウイルスの感染者が増加しているからです。主催者が最近、500人の看護師の増員を要請したところ、日本では医療資源の悪用とされて大炎上してしまいました。先月、すべてのオリンピック参加者に対する厳しいガイドラインを発表しました。また、極力外出を控えるように求めています。ところが、海外からの観戦を目的とした渡航者が何万人もオリンピックのために日本に入国すると予想されています。オリンピックは IOC、地元のオリンピック組織委員会、日本政府が中止や延期などの決定について互いに協議します。しかし、オリンピック開催都市の契約書の付録には、大会の全体的な範囲を大幅に変更する場合の決定について、最終的な責任は IOC にあると記されています。つまり、IOC が開催すると判断している以上、日本政府や東京都が中止という判断を選択することができないということになります。ただ、スーパースプレッダーの大惨事の可能性がある以上、東京オリンピックは中止すべきなのである。この投稿に対して、
ニューヨークタイムズ紙の読者からは反論が続出してしまいました。大会前に参加選手がワクチンを接種する見通しであることから、多くのアメリカ人には中止論は理解できないものだったのです。それでは、この記事を読んだ海外の人々のコメントをご紹介します。普通に選手たちがワクチンを接種すればいいのでは？かなり簡単なことに思えるけど、コロナは2020年の世界のものだ。もう誰もあんなのに足止めされたくないんだよ。すでに世界にはワクチンが存在するんだ。そんなことはない。君の無知なギャンブルに俺の命をかけたくないね。コロナのために中止にするべきじゃない。すべてのアスリートはワクチンを打つんだから。誰か説明してくれ。どうしてオリンピック以外のすべてのスポーツイベントではスーパースプレッダーが発生しないって認識なんだ。スーパースプレッダーはメディアだろ。まあ延期が妥当だろうな。とりあえずロスオリンピックは台無しにしないでくれ。すべてはお金。そんなことは常識だったはずだが、すべてはお金なんだ。市民の健康や命は二の次だ。もうコロナのことはよくわかってきてるんだし、スーパースプレッダーにはならないさ。日本はオリンピックを開催するべきだ。あなたは日本にいないからそんなことが言えるの。私たちはオリンピックを必要としていない。いや、選手たちにはワクチンがあるじゃん。コロナに関係なく、もうオリンピックは廃止にしよう。開催都市からすれば経済犯罪だよ、あれは。参加者全員にワクチンを打ってもらえばいい。オリンピックの中止は選手たちにとって悲劇に他ならない。僕は日本に行ったことがある。その時に受けた印象はまさに先進国というものだった。だから日本でワクチンの普及が遅れてるのが信じられない。鉄道をあんな正確に運行させられる人たちだし、僕が今まで見てきた中で最も効率的な社会なのに、ワクチンの遅れに関しては本当に理解できない。選手たちは今こそ声を上げるか、大会をボイコットしましょう。なぜに選手たちがそんなことしなきゃいけないの？もっと大人になろうぜ。ワクチンがあるのにどうして開催しちゃいけないんだよ。日本はまだ接種率がそこまで高くない。他の国民よりも選手が優先されるべき理由って、オリンピックが嫌なんでしょ。それなら会場に行くことも見ることも拒否すればいいんだよ。オリンピックは人類の精神を体現することを目的としている。すべてのアスリートにワクチンを接種しましょう。観客なしでも私は構わない。とにかくオリンピックは開催するべきなのよ。キャンセルすべきなのはオリンピックじゃなくてこのコラムの筆者だ。スーパースプレッダーイベントと言うけど、選手たちはワクチンを接種して参加するわけだろ。開催してもいいと思う。ただし、大会に参加するすべての人間が開催日の1ヶ月前にはワクチンを接種することが条件。適切な安全措置が取られていれば、オリンピックがスーパースプレッダーになるリスクは最小限に抑えられる。メディアは恐怖を煽らないでくれ。アメリカは数千人のファンとスタッフを集めて大きなスポーツ大会を開催してるけど、スーパースプレッダーイベントにはなってないよ。個人的には中止にするべきだと思う。だけど、ニューヨークタイムズ紙が引用した選手の声は、ナオミ大阪のものだけだ。彼女は、オリンピック以外にも活躍の場がある数少ない選手。オリンピックに出場するアスリートたちが、本心ではどう思っているのかを示す
高齢とは言えない。ワクチンを打ってない人の入場を断ればいいのでは。すべての選手を巻き込む必要はないと思うんだ。ありえない。このタイミングでオリンピック開催なんて無理。何でもかんでもキャンセルした後に、どうやって人々にワクチンの接種を促すんだろう。ワクチンの目的は、世の中を本来の日常に戻すことでしょう。世界には一つになる2週間が必要なんだよ。そしてみんなで人類の達成を祝い合うんだ。そういうことが今まで以上に必要とされてるんだ。もしかしたら無責任なのかもしれないし、過度に楽観的だったり、素朴でロマンチックに過ぎる考え方なのかもしれない。だけど、オリンピックは今でもなお、信念と決意と希望を持って参加する大会であり、一つになった時、人類はどれだけ素晴らしい存在なのかを証明できる場所の一つだと僕は信じてるんだ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。東京オリンピック開催を応援するなら、高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。